皆さんこんにちは。卓球の用具の世界って知れば知るほど奥が深くて本当に面白いですよね。今回は多くのプレイヤーを魅了し、同時にどうしてすぐにベタベタしなくなるんだろうと深く悩ませてきた粘着性ラバーの真実について、表面科学や高分子物理学という科学の視点から徹底的に解明していきたいと思います。ケンジさん、よろしくお願いします。粘着ラバーといえば中国のトップ選手をはじめ、日本でも愛用者がすごく多いですよね。独特のベタつきと相手の球に負けずに強烈な回転を上書きできる唯一無二の打球感。でも使っていると買ったばかりのペタペタ感がなくなった、ボールが滑って落ちていくようになったっていう切実な悩み、現場で本当に頻繁に聞きますよね。まさにそこなんだよ、美咲ちゃん。多くのプレイヤーやあるいはメーカーのカタログ、ベテラン指導者の方々も汚れを水拭きすれば戻るよとか、保護シートを貼っておけば大丈夫といった感覚的なアドバイスを教えてくれるけれど、実は粘着力がなぜ生まれ、なぜ失われ、そしてどうすれば科学的に復活、リジュービネーションするのかという真の美視的メカニズムはこれまであまり詳しく語られてこなかったんだ。メーカーやベテランプレイヤーが教えてくれない卓球の真実ですね。感覚論や都市対説ではなく、化学反応や物理法則という明確な根拠を持って知ることができるなんて、道具好きとしてはワクワクします。今回は界面科学や高分子物理学の包括的調査報告書をもとに、粘着性の正体から分子レベルでの劣化原因、科学的根拠に基づいた復元アプローチ、さらにはやりすぎた場合のリスクや国際卓球連盟 ITTF の公式ルールとの境界線まで余すところなく徹底的に語り尽くすよ。卓球愛好者の視聴者様はもちろん、用具マニアの方や現役選手の方、指導者の方にとっても目から鱗の情報が満載です。最後までじっくりとお楽しみください。さて、本格的な深掘りに入る前に、今回の法学書で明かされている衝撃の発見や重要ポイントの概要を、まずは全体像として教えていただけますか？ OK。今回の包括的調査で判明したキーポイントは大きく分けて5つあるんだ。一つ目は、粘着ラバーの粘着性は単なる表面の摩擦ではなく、分子レベルの柔軟性と密着性によって作られているんだ。専門的にはダールキストの粘着基準という高分子物理学の法則を満たすことで、ボールの超微細な凹凸にゴムが分子レベルで変形して追従し、ファンデルワールス力という分子間力を爆発的に発生させているんだ。単にベタベタした塗料が塗ってあるだけじゃないんですね。高分子の柔らかさや変形しらすさが関係しているなんて驚きです。二つ目は、粘着力が落ちる原因は単なる表面の汚れだけではないということ。打球時のプラスチック玉子や皮脂による阻害膜の被覆はもちろんだけど、空気中の酸素や紫外線によってゴム分子の炭素間二重結合が破壊され、網目構造が硬化する酸化劣化や内部の油分が抜ける可塑剤の散逸ブリード変性が根本的な原因なんだ。表面を洗うだけでは治らないゴム自体の硬化や変性がミクロな世界で起きていたんですね。3つ目は科学的な復元リジベネーションは過疎化防潤と二次ブルーム現象リブルーミングによって科学的に可能であるということ。適切な非 VOC 揮発性有機化合物成分を浸透させることで高分子の貯蔵弾性率を引き下げ、内部に眠っている粘着付与剤や低分子ポリマーを表面へ再び押し出すことができるんだよ。内部に眠っている粘着成分を再び表面へ呼び戻す。まさに復活という言葉がぴったりです。そして4つ目は、ただし復元処理には深刻な材料化学的リスク、個室だけやバブリングが伴うということ。そして5つ目が ITTF の用具規定における正当なケアと違法な加工・トリートメントの明確な物理的境界線だ。総圧 4.05 ミリ未満、VOC3.3 ppm 以下といった厳格な検査基準をクリアしなければ、公式戦では即失格になってしまう。なるほど。科学的に復元できる仕組みはあるけれど、やりすぎやルール違反には十分気をつけなければいけないというわけですね。それではこのエグゼクティブサマリーの内容を一つずつ詳しく紐解いていきましょう。まずは粘着ラバーが一体どんな材料で作られているのか、その分子構造から教えてください。日本製やヨーロッパ製のいわゆるテンション系ラバーとは何が根本的に違うんですか？すごくいい質問だね。まず根本的な違いとして、ドイツ製や日本製のテンションラバーは合成ゴムを主体とした高密度化強やラストマーで構成されているんだ。これは主に物理的グリップ、つまりボールがラバーに深く食い込んだ時のゴムの全体的な変形と復元力、スナップドックによって回転を生み出す構造なんだよ。一方、自由で
中国製に代表される粘着ラバーは素材のスタートラインから違うんですよね。そう、粘着ラバーのトップシート、表面のゴムは高比率で配合された天然ゴム、ナチュラルラバー NR をベースに各種の合成ゴムを複雑にブレンドした高分子マトリックスで構成されているんだ。天然ゴムがベースになっているんですね。なぜ合成ゴムだけではなく天然ゴムを高比率で混ぜる必要があるんですか？天然ゴムはシス 1.4 ポリイソプレンという規則的で非常に長い高分子差を持っていて、本質的に優れた柔軟性と高い凝集力、そして高の配合剤を抱え込むキャパシティを持っているんだ。テンションラバーが物理的変形と復元エネルギーでボールをつかむのに対して、粘着ラバーは表面の化学的吸着力、タキネスをメインの回転性制限としている。なるほど。物理的に掴んで弾き返すか、科学的に吸着させて運ぶかという原理の根底からの違いがあるんですね。その通り、天然ゴム主体のマトリックスがあるからこそ、口述する粘着付与剤や低分子ポリマーを分子差の間に保持し、絶妙な粘着感を生み出す基盤ができるんだよ。粘着ラバーのペタペタする粘着性、そのものはゴムの中のどんな化学物質が作っているんですか？粘着性を生み出す化学的起点となるのは、高分子基質の中に配合されたタッキファイヤー、粘着付与剤やポリイソブチレン、PIB、ポリブテンといった低中分子量ポリマー、さらには未可粒の可塑的ポリマー差なんだ。PIB やポリブテン、化学的な成分がたくさん組み合わされているんですね。それらはラバラの中でどのように配置されているんですか？ここが界面科学として面白いところでね、粘着成分の存在形態には大きく分けて2つのタイプがあるんだ。1つ目がバルク型、内部ブルーム型。これは製造工程の段階でラバー全開の内部バルクに粘着成分を練り込んでおき、時間の経過とともに内部から徐々に表面へと自然に進出、ブルームさせる方式だよ。じわじわと中から粘着成分が湧き出てくるタイプですね。そう。そして2つ目がコーティング型。これは製造の最終段階でラバーの表層に直接強い粘着性を持つコーティング膜を塗布形成する方式だ。内部から湧き出るバルク型と表面に直接塗るコーティング型。製品によって作り方が全く違うんですね。この構造の違いが後々の耐久性や復元方法にも大きく関わってきそうです。まさにその通り。バルク型は内部に粘着成分の蓄えがあるけれど、コーティング型は表面の薄い層が剥がれたら終わりになりやすいという特性の違いにもつながるんだよ。ケンジさん、ここから少し専門的な物理化学のお話になりますが、ゴムがボールにくっつく粘着、タックの瞬間って物理的にはどういう現象が起きているんですか？ここで登場するのが高分子物理学で非常に有名なダールキストの粘着基準、ダールキストクライテリオンフォータックなんだ。感圧接着に関する論文でも詳しく論じられている概念だよ。ダールキストの粘着基準、なんだかかっこいい名前ですね。具体的にどういう法則なんですか？多項分子材料が感圧接着性、つまり押しただけでペタッとくっつくタック性を発揮するためには、周波数 1Hz、1秒間に1回の変形速度における貯蔵弾性率 G' が 0.1 メガパスカル以下、ヤング率 E が約 0.3 メガパスカル以下でなければならないという物理的条件なんだ。 0.1 メガパスカル以下、数値で明確に決まっているんですね。つまり表面が極めて柔らかく自由に変形できる状態でないといけないということですか？まさにその通り。この基準を満たしている柔軟な表層高分子差は、ボールが接触した瞬間にほとんど力を加えない静止状態や極小の押し付け荷重であっても、相手側の微細な凹凸に対して分子レベルで瞬時に変形して潜り込むことができるんだ。硬いゴムだとボールの凹凸の山のトップにしか触れませんもんね。柔らかいからこそ谷の底までゴムが入り込んで密着する。その通り。この貯蔵弾性率 G' がダールキスト基準を満たしているかどうかが粘着ラバーのメインを分ける最大の境界線なんだ。ダールキスト基準を満たしてゴムがボールの谷の底まで滑り込むと、具体的にどのような物理的相互作用が発生してボールがくっつくんですか？ここで重要なのが見た目の接触面積と物理的な真の接触面積の違いなんだ。界面物理学やトライボロジーの分野では、幾何学的な虚子的接触面積と分子レベルで実際に接している実接触面積 A リアルを厳密に区別するんだよ。見た目はラバー全体がボールに当たっているように見えても、ミクロな視点だと全然違うということですね。まさにその通り。
どれほど滑らかに見えるボール表面であっても、ナノマイクロスケールで見れば無数の微小な突起や凹凸が存在している。硬いゴムやテンションラバーの場合、ボールを強く押し付けないと突起の頂点同士が点で触れ合うだけで、実接触面積 A リアルは全体積のほんのわずか数%にも満たない。点でしか触れていないから押し付けないと滑っちゃうわけですね。でも粘着ラバーの場合はどうなるんですか？粘着ラバーは表層の貯蔵弾性率 G' が 0.1 メガパスカル以下という極めて柔らかい状態にあるから、ボールが触れた瞬間に自動濡れ変形セルフウェッティングディフォメーションと呼ばれる現象を起こすんだ。特別な力をかけなくても、ゴムの分子差が水からボールのマイクロ凹凸の谷間へ隙間なく流れ込むように密着していく。自動濡れ変形。ゴムがボールの表面を水のように濡らして広がっていくイメージですね。そう、この濡れ変形によって分子レベルの実接触面積 A リアルが虚子的な接触面積近くまで爆発的に増大する。すると接触しているすべての分子間で距離がナノメートルオーダーまで近づく。ここで作動するのがファンデルワールス力、分子間引力なんだ。ファンデルワールス力、物理科学で習うあらゆる分子同士の間に働く引き合う力ですね。その通り。ヤモリの足裏が壁にくっつくメカニズムを解析した論文でも証明されているんだけど、ヤモリは粘着糊を使っているわけではなく、足裏の超微細構造によって実接触面積 A リアルを極限まで増やし、強力なファンデルワールス力だけで垂直なガラス壁にひっついているんだ。なるほど。粘着ラバーもヤモリの足裏と同じで、べったりした接着剤が塗ってあるというよりは、実接触面積 A リアルを最大化することで分子間力を極限まで引き出しているんですね。だからボールがくっついて落ちなくなるんだ。素晴らしい着眼点だね。粘着ラバーにおける摩擦力 F フリクションは、界面物理学のモデルにおいて F フリクションイコール μn プラス SC×A リアルという二項式の和として表現されるんだ。この2つの項にはそれぞれどんな意味があるのか詳しく教えてください。一つ目の項 μn は一般的なクーロン摩擦力を表している。垂直荷重、ボールをラバーに押し付ける力 N に摩擦係数μを掛け合わせたものだ。テンションラバーなどでボールを強く食い込ませ、その反発と物理的抵抗で回転をかけるのは主にこの第一項の働きによっている。強く叩きつけたり食い込ませたりした時に生じる力ですね。では2つ目の項 SC×A リアルは何を表しているんですか？これこそが粘着ラバーの真骨頂である粘着接着項なんだ。ここで SC は界面先端強度、つまり接着界面が横方向のスライド力に耐える先端抵抗力であり、A リアルが先ほど解説した実接触面積だ。つまり SC 界面の強さと A リアル分子レベルの密着面積を掛け合わせたものが粘着ラバー独自の摩擦力なんですね。いない、その通り。テンションラバーでは第1項の μn が支配的だから、ボールを強力にラバーへ押し付けないと N を大きくしないと摩擦力が発生しにくい。しかし粘着ラバーでは第2項の SC×A リアルが圧倒的な起与率を持っている。だから垂直荷重 N がほぼゼロに近いような薄くこすり上げるような打球や、低速でボールの表面を撫でるようなタッチでも、第2項のスコ×A リアルが強力に働くから、ボールが滑らず強烈な回転がかかるんですね。その通り。数式で見ると粘着ラバーがなぜ薄いタッチで異次元が回転を生み出せるのかが科学的に一目瞭然だよね。粘着の素晴らしい物理メカニズムが分かってきました。ここからはプレイヤーが最も頭を悩ませる、なぜ使っているうちに粘着力が失われてしまうのかという劣化メカニズムについて深掘りしていきましょう。報告書では4つの要因に大別されていますね。そうなんだ。まず第1の要因は日常の練習で最も頻繁に発生する界面物理汚染だ。卓球場で打っているとラバーの表面がどんどん白っぽくなったり、ホコリがついたりしますよね。具体的にはどんな物質が粘着力を邪魔しているんですか？界面科学的に分析すると主に4つの汚染物質が組み合わさっているんだ。1つ目は打球時に激しい摩擦熱と衝撃で削れ、微小粉末となって飛散するポリエチレンや ABS 樹脂製ボールの玉花粉、プラスチック微粒子。2つ目は体育館や卓球場の大気中に漂っている砂塵や微粉塵。ボールの粉や空気中のホコリですね。そして特に立ちが悪いのが3つ目と4つ目だ。3つ目はプレイヤーの手汗などに含まれる無機塩類、塩化ナトリウムと、4つ目が手でラバーを触った時や顔の汗を拭った時に付着する皮脂、トリグリセリドや高級脂肪酸だね。汗の塩分や皮脂の油分、
これらがラバーにくっつくとどうなっちゃうんですか？これらの油分や固形微粒子が混ざり合うことでラバーの細表層に薄い非粘着性の被覆膜、バイオフィルム状の阻害層が形成されてしまう。これが一種の防壁、バリアになってボールの表面とゴムの分子が直接接するのを物理的に遮断してしまうんだ。遮断されちゃうと、さっき習った実接触面積エイリアルが確保できなくなっちゃいますね。まさにそれ。直接の分子接触が断たれることでエーリアルが激減し、ファンデルワールス力も働かなくなってボールが表面でずるっと滑ってしまう。これが界面物理汚染による粘着力低下の正体なんだ。続いて2つ目の要因、酸化劣化と光酸化についてです。これは単なる表面の汚れではなく、ゴムという材料そのものが物理化学的に壊れていく現象なんですよね。そうなんだ。材料科学的に見てもこれが最も不可逆的で深刻な劣化経路といえる。粘着アバーの主成分である天然ゴムシス 1.4 ポリイソプレンの分子差には、炭素と炭素の不飽和二重結合 CC 結合がずらりと並んでいる。有機化学で出てくる C=C 二重結合ですね。この C=C 結合は非常に高エネルギーで反応性に富んでいるため、大気中に存在する酸素や微量のオゾン、さらには体育館の水銀灯や日光に含まれる紫外線にさらされると、容易に自動酸化反応オートオキシデーションを起こしてしまうんだ。自動酸化反応、具体的にどんな反応が起きているんですか？紫外線や熱エネルギーによってポリマー鎖化にフリーラジカルが生成され、それが酸素分子と結合してヒドロペルオキシド過酸化物構造を作る。これが引き金となって高分子差がブチブチ切断される主差切断と、切れた断片が変な形で複雑に絡み合って固まる過剰な再化強が同時に暴走するんだ。分子差が切れたり変に固まったり、ゴムのミクロな3次元網目構造がガタガタになっていくわけですね。そう、不均一に高密度で再化強が進んだゴム表面は貯蔵弾性率 G' が激しく跳ね上がり、ダールキスト基準 G' 小なり =0.1 メガパスカルを軽々と超えてカチカチに硬化してしまう。結果としてボールの微細な凹凸にゴムが濡れ変形できなくなってしまうんだ。ラバーの表面がカサカサに乾いて白っぽくなったり、パサカサした感触になるのは、この酸化劣化でゴムの分子構造がカチカチに硬化していたからなんですね。まさにその通り。適切な保護シートを貼らずに空気や光にさらして放置した場合、わずか2ヶ月程度でこの酸化劣化が劇的に進行することが報告書でも示されているよ。3つ目の要因は傘材の移行、揮発、ブリード変性です。傘材というのはゴムを柔らかく保つためのオイル成分のことですよね。その通り。粘着ラバー内部にはゴムに柔軟性を与え、粘着成分を表面に呼び出すためにパラフィン系オイルや低分子量ポリブテン、ポリイソブチレン、PIB といった過酸化成分が大量に含まれている。その可塑材が抜けたり変質したりしちゃうんですか？そうなんだ。これらの低分子成分は時間の経過や夏の暑さなどの熱的影響によってゴム高分子との相容性を失って相分離を起こす。そしてラバーの外へ揮発してしまったり、逆に表面へ異常に偏在、ブリードアウトしてしまうんだよ。オイルが抜け出て乾いてしまうか、表面にへばりついてしまうんですね。特にプレイヤーが良かれと思ってやってしまう誤ったメンテナンスがこのブリード変性を加速させるんだ。例えば水さらいや水溶性クリーナーを使った後、水分や溶剤成分が完全に乾ききっていない状態で粘着保護シートを密着させてしまうケース。水分が残ったまま保護シートを貼るのって一見良さそうに見えますけどダメなんですか？実はすごく危険なんだ。湿った状態で密閉すると局所的な浸透圧の変化や化学的相分離が起きて、内部の可塑材が異常な形で表面に浮き出て凝集してしまう。すると本来のしっとりとして吸着力のある粘着感ではなく、ぬるぬるとした油膜のようなベタつきに質的に変性してしまうんだ。ぬるぬるしたベタつき、それだとボールを捉えきれずにずるっと滑っちゃいますね。正しい乾かし方をしないと逆効果になるなんて、まさに知っておくべき真実です。4つ目の要因が機械的摩耗です。これは物理的にラバーが削れてしまう現象ですね。そう、卓球のドライブ打球時、ラバー表面には想像を徹する強い洗断力と一瞬の激しい摩擦熱がかかっている。何千回何万回とボールをこすり続けることで、ゴムの細表層に存在するマイクロメートル単位の微細な突起構造や表層のコーティング粘着層が物理的に摩耗して削り落とされてしまうんだ。表面の微細な突起やコーティングが削れてなくなる。
コーティング層や突起構造が削れると、その下にある顆粒度の高い、しっかり固く固められた高弾性基質が直接露出してしまう。この下層基質は弾性を重視して作られているから、ダールキスト基準を満たしておらず、吸着力を発揮できないんだ。スイートスポットのあたりだけツルツルに光ってボールが滑るように練るのは、物理的に粘着層が削れ落ちて硬い下層がむき出しになっていたからなんですね。その通り。こうなってしまうと物理的な欠損だから、単なる表面洗浄だけではどうにもならないんだよ。劣化の4大メカニズムがすっきり整理できました。それではいよいよ視聴者様お待ちかねの科学的根拠に基づいた粘着力復元アプローチについて解説していただきましょう。よし行こう。粘着力の復元は単に何かを塗れば終わりという単純なものではなく、段階的な4つのステージで進めるのが科学的に最も効果的なんだ。まず第1ステージが物理化学的表面浄化洗浄プロセスだよ。海面を覆っている汚染膜を取り除く作業ですね。ここでよく話題になるのが、水拭きだけでいいのか、それとも専用クリーナーを使うべきかという疑問ですが、科学的にはどちらがいいんですか？海外の卓球用具専門コミュニティなどでも長年議論されているテーマだけど、海面科学の結論としては、適切な水溶性 VOC フリークリーナーまたは数滴の中性洗剤を混ぜた蒸留水が圧倒的に優れている。水だけじゃダメで、希釈した中性洗剤や専用クリーナーが良い理由はなぜですか？さっき話した通り、汚染物質の主犯格は皮脂、トリグリセリドや高級脂肪酸という油分なんだ。水と油は弾き合うから、純粋な水で拭くだけでは油膜を表面に塗り広げるだけになってしまう。水だけだと油を伸ばして終わりになっちゃうんですね。そう。でも中性洗剤や専用クリーナーに含まれる良性界面活性剤や非イオン系界面活性剤は、浸油性器で皮脂汚れを球状に包み込んでミセルを形成し、浸水性器で水の中に浮かせて分散乳化させてくれる。これによって油膜を海面から完全に引き剥がすことができるんだよ。ミセル化して浮かす。科学的な洗顔や食器洗いと同じ原理ですね。洗った後の乾燥も大事ですか？すごく大事。表面に水膜が残ると、それが非粘着性の潤滑膜として働いて滑りの原因になる。だから低発塵性のスポンジやエアダスターを使って水分を残さずきれいに乾かすことが第1ステージの重要ポイントなんだ。第2ステージが今回のハイライトである科学的再活性化リジュベネーション処理ですね。そう。第1ステージで表面をきれいにしても、酸化や過素材の抜けでゴム自体の分子構造が硬化している場合、粘着性は戻らない。そこで科学的アプローチで表層高分子をブージュンさせ、柔軟性と分子運動性を呼び戻すのがこのリジュベネーション処理なんだ。市販されている粘着回復剤にはどんな成分が入っているんですか？主な成分はパラフィン系鉱物油、グリセリン、植物油誘導体、リモネンなどを最適数率で配合した非 VOC エマルション、乳化液で構成されているんだ。これらをラバーに塗ると分子レベルで何が起きるんですか？浸透性の高いこれらの成分が硬化した表層高分子に潜り込むと、固まっていたポリマーサの隙間に割り込んで分子同士の密着をほどき、自由積フリーボリュームを物理的に拡大させる。するとガラス転移温度 TG が低下してゴムが柔らかくなり、表層の粗造弾性率 G' が激減するんだ。 G が下がるということは？そう、ダールキストの粘着基準 G' 小なり 1.1 メガパスカルの領域に硬化したゴム表面が見事に再侵入するんだよ。すごい！カチカチに硬化してダールキスト基準を超えてしまっていたゴムが再び柔軟性を取り戻して基準内に戻るんですね。リジューベネーション処理を施すと、ゴムの内部でもドラマチックな化学現象が起きるんですよね。そうなんだ。薬剤によって高分子の3次元網目がふんわりと防潤して広がることで、バルク内部深層に眠っていた未反応のタッキファイヤー、粘着付与剤や低分子量 PIB が濃度勾配に従って内部から表面へゾロゾロと移動し始める。これを二次ブルーム現象、リブルーミングと呼ぶんだ。中に眠っていたフレッシュな粘着成分が再び表面へ湧き上がってくる。まさに粘着力の復活ですね。さらに薬品を使わない第3ステージの復元テクニックとして、表層物理剥離、ドライラビングという手法もある。ドライラビング、具体的にどうやってやるんですか？完全に乾燥させたラバー表面に対して、清潔で乾燥した自分の手のひらをギュッと強く押し当て、強い洗顔擦過力を与えてする手法なんだ。手のひらで強くこするだけですか？それだけで効果があるんですか？
手のひらによる強烈な摩擦力と局所的な摩擦熱によって大気中の酸素や紫外線で破壊・硬化して表面にへばりついていた薄い酸化脂層が微粉末状になって削り落とされる、ピーリングされるんだよ。酸化して死んでしまった表面の薄皮を削り落とすわけですね。そう、歯槽が剥がれることでその下で眠っていた空気や日光にさらされていないフレッシュで生きた高分子マトリックスと粘着成分が再表面に露出する。これによって初期状態に近い摩擦係数と吸着力が一瞬で取り戻せるんだよ。そして第4ステージが密閉保護環境と蒸気圧平衡ですね。復元した粘着性を長持ちさせる保管の科学です。復活させた粘着ラバーの性能を維持するにはプレイコの保管環境が決定的に重要になる。粘着保護シートを気泡が入らないようにラバー表面へぴったり密着させて貼り付けることで外部からの酸素やオゾン、大気中の微粉塵のアクセスを完全に遮断できる。空気をシャットアウトすることでさっき習った酸化劣化の自動サイクルを科学的にストップさせるんですね。まさにその通り。さらに面白いのが蒸気圧成功の作用なんだ。洗浄やリジュベネーションを施した直後のわずかな水分や過疎化成分が存在する状態でシートを密着させると、シートとラバーの間に極小の密封空間ができる。その密封空間で何が起きるんですか？密封空間内の蒸気圧が平行状態になることで、内部深層から表面に向かう可塑剤や粘着成分の移行・拡散が不均一にならず、面全体へ均一に整列するように側線されるんだ。これによって粘着層の密度と安定性が極めて高く保たれるんだよ。段階的な復元プロセス、本当に素晴らしいですね。でもケンジさん、ここで気になるのが、回復剤やオイルをもっとたくさん塗ればもっとベタベタになって性能が上がるんじゃないかという疑問です。やりすぎるとどうなるんですか？鋭い質問だね、美咲ちゃん。実はここからが材料科学として最も注意しなければならない過剰処理のリスクと副作用の話なんだ。結論から言うと、オイルや回復剤の塗りすぎはラバーの構造を不可逆的に破壊してしまう。最大の懸念が過疎化による固縮けマッシーステイト現象だ。固縮け、ラバーがどんな状態になってしまうんですか？浸透力の高いオイル成分がトップシートを貫通して過剰に浸透すると、ポリマーシサ同士を引き止めていた分子間力や凝集エネルギー密度が激減してしまうんだ。するとゴム本来の変形した後に戻ろうとする弾性復元力が失われてしまう。弾む力が死んでしまうわけですね。そう、打球した時にボールの衝撃をゴムが受け止めきれずエネルギーを吸収して逃がしてしまう。打球感がぐにゃぐにゃの固縮け状態になって強烈に振ってもボールが全く前に飛ばず相手の球に打ち負ける死んだラバーになってしまうんだよ。粘着力は戻ってもボールが飛ぶ用具としての性能が崩壊してしまうんですね。他にも過剰な薬品処理によって起きる悲劇的なリスクはありますか？致命的なのがバブリング現象だね。浸透性の高い低分子オイルがトップシートを完全に通り抜けてトップシートとスポンジを接着しているイソプレンラテックス系の水溶性接着剤にまで到達してしまうことがある。接着剤のところにオイルが届いちゃうと、接着樹脂がオイルによって溶かされたり総分離を起こして接着力を失ってしまうんだ。その結果打球の衝撃を受けた部分のシートがスポンジからペロンと剥がれ気泡状に膨らんでしまう。こうなったらもう二度と元には戻せない完全な破損状態だ。ラバーに大きな水ぶくれができるようなものですね。恐ろしいです。さらにテンションラバーのような非粘着ラバーに粘着回復剤を塗ってしまう誤用も大惨事になる。テンションラバーの多孔質構造にオイルが詰まってスナップバックが死んでしまう上に、吸収しきれなかった油分が表面に浮き出て粘着どころか激しくボールが滑るようになってしまう。粘着ラバーの構造だからこそ使える裏技であって、普通のラバーにやったら即死ですね。最大の真実は、オイル補給は切れた共有結合を元に戻す化学反応ではないということ。補給した油分がいずれ再揮発した時、処理前よりもはるかに猛烈な速度で加水分解や追加酸化が進み、ひび割れや硬化が一気に加速してラバーが完全に壊れるんだよ。科学的なメカニズムとリスクがよくわかりました。では、ここからは競技者にとって最も重要な公式戦のルール、ITTF 規定との適合性について教えてください。どんなに素晴らしい復元テクニックでも、ルール違反で失格になってしまったら元も子もないからね。国際卓球連盟 ITTF の技術指針、テクニカルリーフレット T4 や公式規定 LO2.47 には、ラケット被覆剤、ラバーは物理的、化学的、あるいはその他の処理、トリートメントを行わずに使用しなければならない。
摩擦力、光沢、構造、色等の特性を変化させてはならないと厳格に規定されている。処理をしてはいけないと明確に洗練されているんですね。ここで重要なのが正当なケアと違法な介質加工の科学的境界線だ。その境界線は具体的にどこで引かれるんですか？プレー中に付着した汗やホコリ、皮脂を水や ITTF 公認の VOC フリー水溶性クリーナーで除去し、製造時の初期性能へと戻す行為は正当なメンテナンスとして承認されている。一方で、サラダ油やベビーオイル、WD-40 あるいは有機溶剤系のブースターを塗り込み、製造時の性能を超えて人工的に弾性や粘着性を高める行為は、明確な失格対象である違法加工と判定されるんだよ。実際の公式大会のラケットコントロール、用具検査では、審判員や検査員はどのようにして不正やルール違反を見抜いているんですか？ ITTF の技術指針テクニカルリーフレット T9 に基づき、ラケットコントロールセンターでは精密測定器を用いた4つの物理パラメータ検査が行われているんだ。第1の検査がラバー総圧制限。スポンジ、トップシート、接着層を含めた総圧は 4.0mm 以内。電子測定器の交差を含めた判定基準値は 4.05mm 未満でなければならない。回復剤やオイルを塗りすぎて封潤し、4.05mm をわずか 0.01mm でも超えたらその場で即失格だ。ほんのわずかな膨張でも不合格になっちゃうんですね。第2の検査が VOC 揮発性有機化合物濃度。ラックステスターという測定器の20秒間密閉チェンバーで測定し、VOC 濃度が 3.3ppm 以下である必要がある。有機溶剤を含む不適切な洗剤やオイルを使うと、この数値が一発で跳ね上がって検出される。第3の検査が平坦線へ。精密ネットゲージやシムを使って測定し、ソリが凸上で 0.2mm 以内、凹状で 0.5mm 以内に収まっていなければならない。薬品を不均一に塗ってラバーがドーム状に反り返るとアウトだ。そして第4が表面の連続性、生息性。光沢ムラや薬品の塗りムラ、バブリングがないか光学ルーペラ目視で厳しくチェックされるんだよ。総圧 4.05mm 未満、VOC3.3ppm 以下、平坦性交差内、表面の生息性。この4大パラメータをすべてクリアして初めて公式戦のコートに立てるわけですね。ケンジさん、今回は粘着ラバーの物理科学的な原理から劣化のメカニズム、科学的復元アプローチ、材料リスク&ITTF ルールとの境界線まで本当に濃密で目から鱗のお話をありがとうございました。最後に全体のまとめをお願いします。はい、粘着ラバーの粘着力の復元は決して謎の都市伝説ではなく、界面科学と高分子物理学の明確な理論に基づいた現象であることが分かりましたね。粘着性が損なわれる原因は表面の汚染膜だけでなく C=C 不飽和二重結合の酸化劣化や可素材の散逸によって表層の貯蔵弾性率 G' が上昇し、ダールキストの粘着基準 G' 小なり =0.1 メガパスカルから外れて固化してしまうことにありました。そしてそれを科学的段階的に復元するための正しい手順は、1、VOC フリー界面活性剤や希釈中性洗剤によるミセル化洗浄。2、非 VOC 回復剤による自由積拡大と G' の低減。3、二次ブルーム現象の誘発とドライラビングによる酸化思想の剥離。4、粘着保護シートによる分圧遮断と蒸気圧平衡制御という4つのステージでしたね。正しく過剰な薬品塗布は腰砕けやバブリングといった不可逆的な材料破壊を引き起こすリスクがあり、競技差としては ITTF のルール、総圧 4.05mm 未満、VOC3.3ppm 以下、平坦性交差を厳密に遵守することが必須条件です。正しい科学的知識を持って適切なお手入れを行うことこそが、愛用の粘着ラバーの圧倒的なパフォーマンスを安全に引き出し、長持ちさせる最高の道ですね。用具の真実を知って、より深い卓球の魅力を楽しんでいきましょう。ご視聴ありがとうございました。